この車すごくない？異次元ですよ。なんかもう肩から出てるしこれはでもすごく気持ちいいね。いや、風を感じて走れる車ってなかなかないからね。ないっすね。感じすぎてるけどということで今日の車は、アストンマーティン V12 スピードスター。いや、この車ちょっと今日インプレッションしてみましょう。皆さんこんにちは。前澤友作スーパーカーチャンネル横溝です。山健です。今日ご紹介するのはアストンマーティン V12 スピードスター。こちらは、前澤友作 YouTube チャンネルの方ですでに、ご紹介しておりますが、あの時は納車式の様子だったので、今回こちらのチャンネルではこだわった外装だとかエンジンとか細かいところを見ていきたいと思います。こちらは限定88台、屋根がないし、フロントガラスもない、過去一で目立つ車です。これ本当に本人も顔バレするし間違いなく。じゃあ早速ですけど、外装行ってみましょう。まずこのやっぱりカラーですよね。お約束のこだわったカラーでございます。この用意された色の中からではなく、やっぱり作ってもらうという、ということでこの外装色オリベの MG オリベグリーン、実はほぼ一緒っていう、もっと言うとロールスロイスのオリベの方が後に作られた色ですからね。最初にアストンマーティンさんでオリベ焼き用のイメージのこのグリーンを作って、それを元にロールスロイスで作ってもらったんだよね。そうですね、はい。それとあれだよね、この2人がこのプロジェクトに携わってからの最初の、1台と言っても過言ではないよね。そうそう、オーダーする前から関わったのはこの車が初めて、ただこれ結構早かったですね。納車まで早かった。早かったです。話があってから納車までがすごい早かったなと思うんで、よかったですね。それにしてもこのロングノーズですよね。普通の車だったら、ここら辺にこうもう来るじゃないですか。ピラーが来て、ここにフロントガラスがあって、乗車位置が結構後ろに見えるんですね。だからよりそこの距離を感じると。宇宙船というかちょっと自動車っぽくなくなってますよね。だからこれこんだけガラスとかピラーがないから、めっちゃ視界はいいんだけど前がわからないですよね。前の長さね長さが全然わかんないから、ちょっと狭いとことか行くとき大丈夫かなみたいな不安になる車。ついついこうやっちゃってるもんで、細かいところでいうとこのボンネットとバンパー、ここにクリアランスがあって、そうですね。これはもう DB6 時代まではあったんですけども、久しぶりにこのデザイン出してきたっていうことで、ちょっとアストンマーティンファンからすると、ここが使われてるっていうような多分思うポイントなんじゃないかなと思います。そうか、この辺のルーバーのところとかね、やっぱりこう風を感じて走るから、やっぱりその空気抵抗とか、ドライバー助手席にいかにこう風を受けないように綺麗に流してあげようとしてるんだと思われるデザインにはなってます。なるほど。一般道だと正直風もろに受けてますから街中の速度域はダウンフォースが全然かからないから、この車はボーイングが作ってた FA18 っていうジェット戦闘機、そっからデザインの着想を得たっていうようなことが書いてありましたね。なんでボーイングとアストンマーティンの共同制作みたいなことがよく言われる車で、だから戦闘機からイメージされてるんじゃないかなというのと、あとはアストンマーティンの今までの歴史上一番有名というか、1959年のル・マン24時間レースで優勝した DBR1 ですねのデザインからも来てるってことなので、アストンマーティンが用意した2つのパターンっていうのが、そのまさに戦闘機をイメージしたものか、DBR1 仕様かっていう2つだったんで、その2つなんじゃないかなと、歴史的な車の血を引いているっていう。そうだね。ル・マン24時間もそうだし、多分アストンマーティンで一番優勝したぐらいの、そうですね、伝説的な車だからね、それはやっぱアストンマーティンファンにはたまらないですよ、デザインになってますね。あとは2013年出た CC100 スピードスターコンセプトってやつもこれのベースになってると。同じくこの屋根がなくフロントガラスもないっていう、この V12 スピードスターに関してはボディのほとんどがカーボンで作られてて、おそらくドアパネルだけはカーボンじゃないんじゃないかなって
さっき見てて思ったんですけど、それ以外はカーボンが使われてるんで、やっぱりお金がかかってますね。まあ車重が1780キロ。なんかもっと軽そうに見えるけどね。やっぱり V12 積んでるし、まあそうだよね、エンジンが大きいからね。これもオプションだよね。そう、これオプションなんですよ。でこれオプションだから、これオプションつけないと、本当に何もないっていう。でもね、やっぱこのフォーミュラカーとかもやっぱりこれが取れちゃうと、もうねヘルメットが揺れちゃって走れないぐらい重要なものだから、やっぱり高速域とかサーキットで走るときは、まあ、必須だと思うから、これはつけて正解だよね。そうですよね。デザイン的に面白いな、この真ん中にミラーがあるっていう、本当カブトムシのちっちゃい角みたいな。確かにね。これ実は外せるんですよね、このミラー。あ、これ外せんの？で蓋も できるんで、ただ日本の法規上、車検を取るにはこれが必要ってことで、もちろん日本仕様はついてるんですけど、MG はねなんか外したがってたけどね。外したいとか、あとはここ色塗りたいって言ってたんで、そうだね、多分そのうち色が塗られると思います。ホイールはセンターロック式のホイールですね、21インチ。ブレーキはカーボンセラミック、結構なんかキャンバーがついてるね。そうっす。コーナリングとか意識して、アライメントとか考えられてるのかなと。でもこの黒キャリパーも渋いね。いや、これ絶対いいっすよ。黒とかシルバーとか、もうそういうのが一番、こういう仕様には合ってるなと思いますね、僕も。キャップがないんですよ。給油口のキャップがそのまんま押し込んだら入れられるっていう、レーシングカーみたいなことなんですかね。リアはもう今のアストンマーティンのリアのデザインを踏襲しているなという感じですね。そうだね。でエキゾーストはセンターに。後ろからじゃ見づらいですよね、下からじゃないと。そうだね。リアは何といってもここっすよね。このヘルメットが見えるデザイン、もともと2つのデザインアストンマーティンが用意した。で2つの場合はここが透明になるんですよ。このクリアで、はい、クリアにヘルメットが見える状態で。ただその2つの仕様を選ばなかった場合は、ここがそのまんま全部見えなくなるんですよ、ここと一緒、っていう選択肢だったんですよ。だけどどう考えてもこのヘルメットが見えるようになった方がいいよねって言ってお願いして、アストンマーティンの Q オーダーメイド受け付けてくれるところが承認してくれて、かなり特別ですね。大丈夫なのかね。最初はソフトでできませんってそれはできませんって来たんですけどね、ただ本来ここに収まるはずの専用ヘルメットがまだ届いておらず、今は仮のヘルメットが置いてあるっていう。そうですね。でもあれだよね、純正でついてくるのもイタリアのスティロ製のカーボンヘルメットだから、その2つだけでも相当高価なヘルメットだもんね。数十万円なんですよね。トランクルーム、ここが結構入って、それこそこれは専用のボディカバーなんですけど、バッグとか余裕で入るぐらい大きさですよね。そうだね、これは思っていたよりも入る、深めで大きい。こういうタイプの車にしてはだいぶ入る方ですよね。そうだね。でここにヘルメットが用意されてると、このヘルメットもおしゃれなこのベルトの形状だよね。じゃあエンジン見てみようか。はい。やっぱ裏側もすごいですね、カーボンが。カーボン。そしてこの V12 5.2 リッターツインターボ。だから DBS スーパーレジェーラのエンジンが積まれてて、それからちょっとパワー的にはデチューンされたものが入ってるって感じですね。やっぱりこのボディゴース上げるためにね、しっかりと。でこれなんですよ、このナンバー5588とMG のオフィシャルチャンネルでヤマケンが中途半端に説明をして何を言ってるかわからなかったやつですね。ヤマケンさ、なんでこれ55パパなの？この車が177が77に対してこっちの車が88台限定。あ、そうなんですね。あれだから見てた人絶対わかんないよなと思ったんですけどこの車88台限定で、88台分のここに書いてあるんですけど55台目と。っていうことでそこからこのナンバー来てるっていうところだったんですけどね、この屋根がないデザインで、0-100 3.5 秒で最高速度が300キロ、300キロこれ出したら大丈夫かなって感じですけど177って相当じゃじゃ馬だったじゃないですか、それよりどんだけ進化してるかってところですよね。そこは一番興味あるよね。やだ、内装ですね。いやー、
この色、やっぱり色っすよね、内装も。やっぱり色だよ。これ実は、最後の最後で色が大幅に変わったんですよね。あったね。かなり白に近い緑、はい、若草色なんて表現を MG はしてましたけども、でやっぱりその MG が言ってたのはやっぱこう屋根がないから、内装がやっぱりすごく目立つから、そこをすごく意識してこの色をなんか選んでたような気がするんだよね。結果めっちゃいいっていう、すごいおしゃれ。この同色系で合わせるっていうのもすごくおしゃれだよね。本当におしゃれ。シートがカーボンで、もうシートもペラペラっすもんね。そうだね、カーボンだから合成があるからこの辺の薄さでいけるのかもね。すごいっすよね、めちゃめちゃ軽いよ。パワーシートあるんですよね。けどもうちょい上げてた方が前見やすそうだな。でもあんまり上げすぎると風の抵抗がその分出るからでしょね。それはきつい。本当だ、そんなこと考えてなかった。フォーミュラカーの時なるべく下下に。そうっすね。そうそれでタイム相当変わりますもんね、きっと。この辺とかはやっぱあれかな、なんかそのボーイングとかからのデザインなのかな、と思いますけどね。ちょっと戦闘機っぽい。あとステアリングがやっぱり丸じゃないね。177と同じですね。そうだね。ここでパドル操作できて、でメーターは液晶のモニターになってるって感じですね。これ結構やっぱスポーツモードにするとバルブが開くんで、まあいい音するっていう。バブリングするという、相当バブリングするんで、バババババって。でも本当にふんだんにこのカーボンが使われててすごいっすよね、どこ見ても。そこのカバンの中にはそういう車検証入れとか、グローブボックスになります。何も入ってないですけど、すげえおしゃれで、このエアコンの吹き出し口はアルミなんですかね。かっこいい。これ177もそうだけどさ、このアルミの感じ出し方がさ、アストンマーティンっておしゃれでいいよね。おしゃれですね。じゃあちょっとエンジンかけてみよう。軽いよね、このスロットルのレスポンスとかは。相当本当反応いいですよね。レスポンスがいい。ノーマルのモードでもね、しっかり軽く吹き上がるね。でスポーツモード入れるとちょっとバルブが開いて、のぶといね。のぶといですね。スポーツプラスになってバルブとかは変わるわけではないですよね。ちょっと踏んでみて。でもちょっとフィーリングは違うんじゃない？違いますね。音も変わるね。エンジンのマップが変わってる感じがする。回転も違う。そうだね。でサスペンションは左。スポーツモード、スポーツプラスモード、ノーマルモード、GT モードと、これは3つですね。メーターは相当シンプルですよね。これナビを設定すると方位しか出ないっていう。地図にない道路って書いてある。今いる場所が地図にない道路上にいるよと。あれところでさ、さっき説明の時に金額の話してなかったんだけど、これっていくらだったんだっけ？1億3200万円台です。1億3000、あ、そうだ、オフィシャルチャンネルの時にさ、1億ちょっとってさ、もう感覚がもう麻痺してるやん。本当に1億ぐらい。1億ちょっとですね。1億ちょっと。1億2、3000万。1億2、3000万。ちょっとじゃあ山県、一旦内外装を見たところで、やっぱり車走らないとね、わからないんで、多分見たいのはみんなどういう走りするんだろうっていうところですよね、この車は。まずはヘルメットかぶらずにね、行ってみましょう。でもエンジン音もすごい入ってくるね。エンジン音はすごいっすね。5.2 リッターの V12、700馬力ですからね。いやでもこれさ、運転してる方もやっぱり特別感あるね。公道でこの風を感じて走れるってフォーミュラーカーとかでさ味わう感じだけど、やっぱり一般の人ってあんまり体験したことないでしょ。下道走ってる感じは乗り心地どうですか？エンジンも V12 だからもっともっとその177の時のような扱いにくさとかで
うなるのかと思ったけど、低速力だと全く違和感なく、扱いやすいよね。まあ、それやっぱり DBS スーパーレジエラとか、まあ、バンテージの技術を結構使ってるみたいなんで、そこへ乗りやすくなってるんじゃないかなって感じですよね。いいですね、この40キロぐらいまでが会話できるギリラインこれ以上は会話もできないぞみたいな。いやー楽しかったね。やっぱヘルメットかぶったりするの気持ちいいね。なんかね不思議な感じ。不思議。でも車じゃない何かって MG が言ってたのよくわかる。アトラクションみたいなこと言ってたもんね。アトラクションに乗ってるみたいで気持ちいいわ。ただ運転はしやすいですね。思ったよりも扱いやすい。177とはもう全く別物だね。そうですね。小回りもすごい効きますね。ね、なんかリアタイヤがこう 4WS みたいに動いてるのかっていうぐらい小回りも効くし、取り回しがいい。また音がすごい。ノーマルモードからさ、こうバルブ開いてスポーツモード、スポーツプラスにするとさ、飛んでる内でも音がすごくね鳴り響いていて、あとはこのエンジンのフィーリングも、まあ V12 で確かにそのトルクもあるしパワーもあるんだけど、やっぱりその低速回転のところが扱いやすかったとか。ギアレシオとかも8速でこう綺麗にこうつながっていく、その177から大きく違うのは、あれはシングルクラッチでその変速値が怖かったというかね、変速した時のギクシャク感とかが、まあこれぞスーパーカーみたいな感じだったけど、やっぱり今の場合はその電子制御がやっぱりしっかりしてるんで、その辺がもう綺麗にこうねシフトアップしていったり、シフトダウンもストレスなく入るところとかはすごい気持ちいい。まあ、あとはあれだね、スポーツモードとか、スポーツプラスとかもステアリングがこうしっかり感が出て重くなったりとか、サスペンションも硬すぎないけれどもしっかりこうスタビリティが高いというかね、高速域でも街中でも走りやすかった。まあ、あとはサーキットとかでどんだけのスピードを体感するとどうなるのかっていうところも気になりますけどね。今のその高速の域でのスピードぐらいだと車何も起きないから、何も起きないですね。やっぱりこれやっぱねサーキットとかでコーナリングをしっかり攻めた時に今多分隠れているこの個性っていうのが出てきて、それがこの車の本来の持ち味みたいなねところまで引き出したところもね走ってみたいなと。はい、本日はアストンマーティン V12 スピードスターをご紹介させていただきました。いやー本当にいい車でした。またアストンマーティンもまだオーダー中のものもあるんでね。あります。それはまた来年以降、はい、今年来る他の車もありますよね。まだまだ、納車控えてるのありますんで、楽しみにお待ちしていただければと思います。はい、今日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。言えたね。噛まなかった